悔しかったらヤクザ呼んでみろよ。ずいぶん派手にやられたな。お願い、もうやめて。ユウの机には心ない落書きがされ、水をぶっかけられ、ユウは何をされても無抵抗を貫いていました。排気音とともにベンツが走り出し、彼女の視界から消えていきます。新しい季節の風が吹き抜ける校門の前で、一人の少年が足を止めました。彼の名前は影山龍。どこにでもいるような高校生に見えますが、彼には誰にも言えない、そして決して知られてはならない大きな秘密がありました。龍の正体は、この町一帯を縄張りとする武闘派組織、竜巻組の組長、影山五郎の一人息子なのです。しかし、今日の彼は、ごく普通の転校生としてこの門をくぐろうとしていました。今日からはただの影山龍だ。彼は小さく自分に言い聞かせました。龍は幼い頃から叩き込まれた合気道と空手の有段者でもあり、大人数人を一瞬で制圧するほどの実力を持っています。しかし、亡き母の普通の幸せをつかんでほしいという遺言と、それを受け入れた父との約束により、この新しい学校でも一切の暴力を封印し、極道との関わりも隠して生きることを誓ったのです。そんな彼の決意を揺るがす光景は、登校初日の朝から始まりました。校門から数百メートル離れた場所に、一台の重厚な漆黒のベンツが静かに停車しました。父であり組長の五郎が鋭い眼光で息子を見つめます。龍、いいか、学校という場所は、お前にとっての仇の修行場だ。どんなに売られた喧嘩でも買うことは許さん。無駄な殺生。いや、いさかいは組の看板に泥を塗るだけでなく、お前の将来を閉ざすことになる。わかったな。わかってるよ、親父。いや、お父さん。じゃあ、行ってくる。龍はベンツから降りると足早に校舎へと向かいました。しかし、その高級車の圧倒的な威圧感は、通りがかった生徒たちの目に留まってしまいます。今の、何？ヤクザの車じゃない？そんな囁き声が背中に刺さりますが、彼は一心不乱に前だけを見て歩き続けました。教室に入り、担任から紹介を受けた龍は、教壇で深く頭を下げました。影山龍です。前の学校から事情があって転校してきました。よろしくお願いします。丁寧な挨拶を心がけましたが、彼の持つ隠しきれない独特の圧が、クラスの空気を一瞬で冷やしました。特に、教室の後方で机に足を投げ出していた不良の力は、目踏みするような不快な視線を龍に向けていました。その時、龍の目に窓際で遠くを見ている一人の少女が映りました。彼女の名前は天野めぐ。清楚でどこか儚げな美しさを持つ彼女でしたが、その肩はかすかに震えていました。休み時間になると、案の定、力が龍の席にやってきました。よ、転校生、さっきのベンツ、お前の家の車か。ずいぶん派手な登校じゃねえか。力の言葉には明らかなトゲがありました。龍は心臓の鼓動が早まるのを感じながらも、努めて穏やかな声で答えました。いえ、あれは親戚の知り合いに送ってもらっただけで、僕の家の車じゃありません。隠し事かよ。まあいいや。力は興味を失ったように龍から離れると、今度は標的をメグに変えました。おい、メイグ、いい加減に返事しろよ。俺と付き合っていれば、こんな面倒なことも全部終わらせてやるって言ってんだろ。力の卑劣な言葉にメグは答えました。ごめんなさい。そういうのはできません。その瞬間、力の顔に怒りの色が浮かびました。彼は机を激しく蹴り飛ばしました。生意気なんだよ。転校生の前で恥かかせやがって。龍の拳が、無意識のうちに強く握りしめられました。合気道の教えが脳裏を駆け巡ります。相手の力を利用し制圧する。今ここで立ち上がれば、この無礼な男を床に這わせることはたやすい。しかし、龍は動くことができません。
父との約束、そしてこの学校で普通の人間として生きるという誓いが、彼の足を鎖のように縛り付けていました。結局、その場は教師が来たことで収まりましたが、ユウとリキ、そしてメグをめぐる不穏な空気は、さらに色濃くなっていくのでした。ユウは一人、窓の外を眺めながら思いました。俺はどこまで耐えられるんだろうか。平穏を装う仮面の下で極道の血が静かに、確実に熱を帯び始めていました。これが、後の大事件の静かな幕開けだったのです。転校から1週間が過ぎましたが、ユウを取り巻く環境は決して穏やかではありませんでした。リキたちのグループによる嫌がらせは日増しに激しさを増し、ユウの机には心ない落書きがされ、水をぶっかけられ、教科書が隠されることも珍しくなくなりました。しかし、ユウは何をされても無抵抗を貫いていました。その姿は、周囲の生徒たちの目には、弱腰の転校生として映り、嘲笑の対象となっていたのです。そんなある日の放課後、ユウは誰もいなくなった図書室で、一人静かに本を読んでいました。そこへ、同じく図書室で作業をしていたメグがそっと近づいてきました。影山くん、怪我、大丈夫？彼女は竜の方に残る青あざを見て、申し訳なさそうに尋ねました。それは昨日、リキに無理やり絡まれた際についたものでした。ああ、これですか。大したことはありません。転んだだけですから。ユウは努めて明るく答えましたが、メグは悲しげに首を振りました。嘘だってわかります。私のせいで、影山くんまで、本当にごめんなさい。リキくんは、私が断り続けているのが気に入らないだけなんです。私さえ我慢すれば、影山くんは狙われなくて済むのに。メグの瞳からは、涙がこぼれ落ちました。ユウは彼女のその繊細な顔を見つめ、胸の奥が熱くなるのを感じました。彼女もまた、孤独の中で戦っていたのです。天野さん、あなたは何も悪くありません。悪いのは力で他人を屈服させようとするものです。僕は大丈夫ですから気にしないでください。そう言って微笑む竜の言葉には不思議な重みがありました。メグは驚いたように顔を上げ、彼の瞳の奥に宿る、決して折れることのない強い意志を感じ取りました。影山くんって、時々すごく大人びた顔をしますね。まるで、たくさんの修羅場をくぐり抜けてきたみたいな。メグの一言に竜は一瞬言葉を失いました。自分の正体が、あるいは背負っている血の運命が漏れ出していないかという不安がよぎります。しかし、メグはそれ以上深く追求することなく、自らの過去をこつりこつりと話し始めました。彼女は一人暮らしであること、ダンスと歌が好きであること、いつも周囲の顔色を伺って生きてきたため、自分の意見を言うのが苦手になってしまったこと、そして、今の学校で力に目をつけられ、逃げ場を失っていたこと。私、誰かに助けてほしいなんて言っちゃいけないと思ってました。でも、影山くんが隣にいてくれると、少しだけ息ができる気がするんです。メグの言葉は竜の心に深く刺さりました。守るべきものは組織の看板でも父との約束でもない。目の前で泣いているこの一人の少女ではないのか。竜の中で封じ込めていた極道の息子としての使命感が別の形となって芽生え始めていました。しかし、その様子を廊下から盗み見ていた影がありました。リキです。へえ、いい雰囲気じゃねえか。あの転校生、ただの置物かと思ってたが、メグをたぶらかす余裕はあるらしい。リキの顔には冷酷な笑みが浮かんでいました。彼は、竜がどれほど殴られてもやり返さない、臆病者であると確信していました。そして、そんな弱者を徹底的に踏みにじることに、思考の喜びを感じる歪んだ性格の持ち主だったのです。おい、お前ら、明日の放課後、
ちょっとしたお掃除をするぞ。あの生意気な転校生に自分の立場を教えてやるんだ。リキは仲間の不良たちに声をかけ、不敵に笑いました。翌日、運命の歯車は一気に加速します。放課後の学校、ユウがメグから借りたノートを返そうと向かった先には、メグの姿はなく、リキたちが待ち構えていました。よう、ユウ、メグに会いに来たのか。残念だが、あの子は今、俺のダチと一緒にゴミ山へ遊びに行ってるよ。リキの言葉に、ユウの表情が一変しました。何をした？何って、ちょっとドライブに誘っただけさ。お前も来るだろう。ただし、その綺麗な制服が汚れる覚悟があるならな。リキが竜の胸ぐらをつかみ、激しく揺さぶります。その際、竜の首元から何かがこぼれ落ちました。それは竜巻組の大門が刻まれた、本物の極道の実が持つことを許される特別なものでした。なんだこれ、趣味の悪いメダルだな。まさか本物じゃねえよな。リキは一瞬ひるみましたが、すぐに嘲笑に変えました。ヤクザの息子だって言いたいのか。脅してんじゃねえよ。冗談言ってんじゃねえよ。こんな弱虫が。リキの拳が竜の腹部にめり込みます。竜は膝をつきながらも、その瞳に静かな怒りの炎を灯していました。ついに、耐え忍ぶ時間が終わりを告げようとしていたのです。町外れの荒涼とした風景の中に、打ち捨てられた巨大なゴミ山がそびえ立っていました。天野メグは涙していました。お願い、もうやめて、影山くんを巻き込まないで。メグの震える声に応えたのは、リキの卑屈な笑い声でした。黙ってろよ。あいつは今頃、自分の情けなさに泣きながらここに向かってるはずだ。ヤクザの息子なんてハッタリをかました罰を、たっぷり味わわせてやるんだよ。リキの後ろには仲間の不良たちが、金属バットやチェーンを手に持っていました。そこへ、ゆっくりと姿を現したのは、制服が泥で汚れた、影山竜でした。左腕はだらりと下がり、ボロボロの状態です。よく来たな、腰抜け。リキが竜の胸ぐらをつかみ上げ、その顔面を容赦なく殴りつけました。竜は地面に倒れ込みますが、ゆっくりと狂気すら感じさせる静かな動作で立ち上がりました。リキ、最後にもう一度だけ聞く。天野さんを話すつもりはないのか？ねえよ、そんなもん。悔しかったらヤクザ呼んでみろよ。リキの合図でバットを手にした不良が同時に飛びかかってきました。その瞬間、竜の瞳から光が消え、底冷えするような殺気が溢れ出しました。親父、ごめん、約束、守れそうにないわ。一人の不良が振り下ろしたバットを、竜は最小限の動きでかわすと、相手の手首をつかみ、そのまま円を描くようにひねり上げました。男は自分の勢いを利用され、地面に叩きつけられました。続く二人がチェーンを振り回しますが、竜は懐に潜り込み、相手の関節を一瞬で無力化します。不良たちは悲鳴を上げて転がりました。なんだよその動き。取り乱す力など構わずに、竜は懐からスマートフォンを取り出し、短く一言だけ告げました。ゴミ山だ。掃除を頼む。直後、周囲の空気が一変しました。入り口から地響きのようなエンジン音が響き、5台の黒塗りベンツが突っ込んできました。車から降りてきたのは、竜巻組組長、影山五郎と黒いスーツの子分たち。ずいぶん派手にやられたな。五郎の威圧感に不良たちの顔から血の気が引いていきます。待て、冗談だろ。逃げようとする力の前に、五郎が立ちはだかりました。おい、小僧、うちの息子を殴った手はどっちだ？ゴミ山に絶望的な悲鳴が響き渡る中、
ユウは喧騒に背を向け、メグの元へ駆け寄りました。天野さん、もう大丈夫。全部終わらせるから。ユウの優しい声に、メグは涙を流しながらうなずきました。背後では、暴力という名の本当の恐怖を知った力たちが地面に這いつくばって許しを請うていたのでした。静寂が戻ったゴミ山の中で、ユウは一人、自分の拳を見つめていました。結局、力たちは警察に突き出されることはありませんでしたが、本物の極道という深淵を覗き見た彼らが、二度とメグに手を出すことはないでしょう。数日後、学校にはいつもの日常が戻ったかのように見えました。しかし、一つだけ決定的に違うことがありました。それは、ユウの正体が竜巻組の跡取りであるという噂が、音もなく全校に広まっていたことです。放課後の屋上、冷たい風が吹き抜ける中、メグは遠くの街並みを眺めていました。そこへ、ゆっくりとした足取りで竜が現れます。天野さん、怪我の具合はどうですか？竜の声は以前と変わらず穏やかでしたが、彼の瞳には隠しきれない深い陰影が宿っていました。あの日、父を呼び出し、極道としての力を使ってしまったことで、彼は普通の高校生という仮面を完全に失ってしまったのです。私は大丈夫です。でも、影山くんは？もうベンツを遠くに止める必要はなくなったんでしょう？メグの言葉に、ユウはかすかな苦笑いを浮かべました。ええ、親父からは、もう堅気の真似事は終わりだと、これからは、組の人間として、相応の生き方をしろと言われています。僕は、君と同じ世界にはいられない人間なんです。二人の間に目に見えないほど高く、決して越えられない境界線が引かれた瞬間でした。私、あの時助けてくれたのが影山くんでよかったって思っています。たとえ、あなたがどんな世界の人だとしても。メグは一歩、彼の方へ歩み寄りました。しかし、ユウはそれ以上近づかせないように、静かに一歩下がります。ありがとう。でも、君は君のままでいてください。僕の血で、君の未来を汚したくないんだ。ユウの脳裏には、亡き母の最後の言葉がうずいていました。ユウ、あなただけは日の当たる場所で普通の幸せをつかんで。母が願った普通の幸せ、それは、放課後に好きな人と笑い合い、穏やかな明日を疑わずに眠りにつくこと。しかし、メグを守るために力を振るった瞬間、その道は永遠に閉ざされたのかもしれない。彼女を守るために彼女のいる世界を去る。それが極道の息子として生まれた彼が出した不器用な答えでした。月日は流れ、卒業式。校門の前には、あの日と同じ漆黒のベンツが止まっていました。後部座席のドアを開け、ユウが乗り込もうとしたその時。影山くん。後ろからメグが駆け寄ってきました。彼女の手には、一通の手紙が握られていました。読んでください。ユウは一瞬だけ足を止め彼女の瞳をまっすぐに見つめました。メグもユウの瞳をまっすぐに見つめました。その視線の中に、かつて図書室で見せた優しさがあるのか、あるいは冷徹な次期組長としての覚悟だけがあるのか、メグには判別できませんでした。ユウは無言で手紙を受け取ると、そのまま車内へと消えました。排気音とともにベンツが走り出し、彼女の視界から消えていきます。車内でユウは手紙の封を切ることなく、窓の外に流れる街並みを見つめていました。若、よろしいのですか？あのお嬢さんのことを。運転席の要が尋ねますが、ユウは答えません。ただ、ポケットの中で大切に握りしめられたその手紙が、いつか開かれる日が来るのか。寒い冬空の校門の先で、立ち尽くすメグの姿が小さくなっていきます。二人の物語はここで一旦幕を閉じます。ここで終わってしまうのか、もしくは愛の始まりなのか、
それを知る者は、この町のどこにもいないのです。隣にいたいと願うほど遠ざかる僕の振る拳は君を抱きしめられないさよならも言わずに走り出す黒い影君の未来を汚さぬように僕は闇へ消えてゆく図書室の日だまり重なった視線の熱普通のふりをして夢の続きを見ていた教科書の隅に書きかけた君の名前消しゴムで消すたび胸の奥がきしんでいた母さんが願った光の当たる場所そこへ君を連れて行く資格なんてないからあの日ゴミ山で守り抜いたその笑顔それだけでいい僕が生きた証になる隣にいたいと願うほど遠ざかる僕の振る拳は君を抱きしめられないさよならも言わずに走り出す黒い影君の未来を汚さぬように僕は闇へ消えてゆく受け取った手紙を開く勇気もなくて指先に残ったぬくもりさえ引き裂いた愛しているから二度と振り返らない君の住む世界を遠くで見守る影になる格闘ゲームの世界大会で優勝した雨園さくら日本へ帰国した桜を待っていたのは激闘乱舞路地裏で助けた謎の怪しい男の正体がまさかのマーダーアイを使う相手に桜は勝てるのかThe place my mother wished for me, somewhere filled with light. I have no right to take you there with me. That smile you kept the day we stood upon the mountain of trash that alone is